ということで、福井公演昨日行ってまいりました。本当に前日の金曜日ですねの朝に、急遽チケットが取れまして、前回の動画でもお伝えしたんですけれども、急遽行けることになって、そしたらその夜にね、いろいろ西門さんの続報があったりと、もうすごくこのタイミングを逃さなくて、泣いちゃう逃さなくてよかったなって思いましたし、昨日本当にすごい泣いちゃう。本当にかっこよかった。みんなやばこんな泣くつもり、なんか話そうと思ったら涙って出ません？すごいみんなね、本当にかっこよくて、いつも通り元気そうというか元気いっぱいで、本当に素晴らしい、もう完璧な公演を準備してくれて、パフォーマンスしてくれて、もうこっちが元気をまたもらえたなって思って、やばいな。はい、今日撮り直してっていうところで、いろいろね伝えたいことはあるんですけど、ちょっと Vlog っぽい動画を先にちょっとお送りしたんですけれども、もうね、まず福井サンドーム福井か私初めて行ったんですけど、噂通り本当にね、こう円球のホールで、席もやっぱりねキャパ的にも近いっていうのは事前に知ってたんですけれども、本当にね距離が近かったです。なので私立ち見席で参戦っていうのは頭にあったっていうところで前回お伝えしたと思うんですけども、立ち見席でも本当に十分XG ちゃんもう肉眼で全然見えるっていうくらい、もう小指ぐらいかなの大きさでは全然見えるんじゃないか、もっと、親指ぐらいかなっていうところで、本当に距離感が近くて、その中でも私その前日の指定席取れたってお伝えしたんですけれども、スタンド1階の前から9番目かだったんですけれども、ほぼほぼセンターっていうか、もう多分センターのちょっと割れたちょっとっていうところで見れたので、本当にねみんなの全体のパフォーマンスを、また大阪の時もそうだったんですよ。ほぼほぼね、大阪の時と位置感は一緒でした。ただ距離感は同じスタンドでも全然やっぱり違くて、大阪の情報ホールよりもとっても近くで XG ちゃんを見ることができました。で、始まる前からやっぱりこうあったかい感じっていうか、みんなそわそわしている感じはこうちらほらと話がこうやっぱり聞こえてくる XG ちゃんが皆さん思い思いの中でライブに来られてるっていうところだと思うので、私は一人参戦だったんですけれども、私初めてねライブを一人で行ったんですよ。で、隣の方もお一人で参戦されてる方だったので、もう思わず声をかけてるっていうところでもう喋りマンなので、その方はね東京から来られてた方なんですけども、私と同じく E プラスで撮ったっておっしゃってまして、でその方も別のねあそこ横浜行ったっておっしゃってたんですけれども、あとはもう一個名古屋かな、名古屋の2日目もちょうど乱れたっていう方でして、で本当にもうやっぱり口さ最高って思っている帰りにそういうことがあったっていうところで、その時のお話も聞いたりっていうところで、その方とね私も初めて一人で来てっていう話をしたりとかで、始まる前に一緒にちょっと盛り上がれたっていう一人参戦の良さっていうのもねすごく感じて、やっぱり友達と行くと友達と話すので、もちろんね盛り上がるとお隣の方とお話ししたりっていうのはあると思うんですけれども、その一人参戦の良さもすごく感じたので、もし行く方がいなくてとかでちょっと躊躇している方ももしいらっしゃいましたら、やっぱり同じ好きを共有できる人たちの集まりっていうところなので、新しいお友達とかが増えたりっていうところ、共感するところとかもすごくねあると思うので、私一人参戦これからちょっと増えそうな気がしております。はい。で、公演始まりまして、もうそうですね
今日多分ライブ映像の中でちょっとずつライブ映像は入れたいなと思ってるんですけれども、全体のライブの動画っていうのは本当は撮りたかったんですけど、もうなんせもうやっぱり申し訳ないです。皆さんにこう動画撮るってお伝えしてたんですけれども、こう感情とやっぱり肉眼でもうこの日を焼き付けたいっていうところがあったので、もう私が撮ったやつもね、めちゃめちゃブレブレだと思います。もう声も入ってるし、ちょっと申し訳ない、見づらいかもしれないですけども、まあ当時の私の心境を頭の隅に置いていただいて優しく見ていただけるといいかなと思うんですけれども。で、始まりまして、ガラですよね。もうなんか出てきた時になんだろう、うるっときました。もう本当に、はぁみたいな、同じ瀬戸りとかも一緒っていうところなんですけども、なんか本当にぐっと来るものがあって、と同時にですね、プロのもう素晴らしいこの XG ちゃんの立ち姿とか、このマントっていうんですかね、身一人ずつ脱ぎ捨てていくパフォーマンスというか、そういうところがあるんですけど、そこからスタートでその一人一人がこうね、アップにスクリーンに映るんですけれども、その時の表情だったりとかで、あ、XG ちゃんだっていう謎のこちらが勝手にっていうところで、なんかね、もうなんか心配って違うなって私はちょっと思ってて、なんだろう、XG ちゃん、違うなっていうのもなんか語弊があるけども、もちろん心配するっていうか大丈夫かなっていうこの何とも言えない気持ちにはね、アルファーズの皆さんはなってたと思うんですけれども、とりあえず私は XG ちゃんが今リアルにこう表現してくれる音楽、パフォーマンス、このライブっていうものそのものを素直に楽しみたいと思っていたので、うるっときつつももうテンションって感じで盛り上がってスタートを切ったっていうところで、ライブの中でそうですね、ちょっと全部は話せないから印象的なことってなると、やっぱりパフォーマンスがね進んでいって、で最初の挨拶の時ですよね、コメントでいつも名前でスタートするじゃないですか。で、何々です、何々ですって。時も、なんかいつも通りの、笑顔で、もちろんそうですよね。もう本当にもちろんそうなんですけれども、元気な挨拶が聞けて、とっても嬉しかったなっていうところと、みんな、ビジュアルはもうもちろんね、最高でした。昨日も。ココちゃんの、もうヘアスタイル見ました？皆さん。あれ、どうなってんの？ウィッグ？あと、ジュリンちゃんの黒髪の、エクかなあれ。ウィッグかな、もうめっちゃ可愛かったし、ちーちゃんのピンクヘアね、私あれ大好き。めっちゃ似合う。ちさちゃんのピンクヘアも可愛かったし、もちろんみんなね、ヘアスタイルっていうところ、最高やなっていうところで、あとは全体を通してなんですけど、やっぱり前回の名古屋から時間が空いてたので、いろいろとXG ちゃんも久々にお互いですね。お互い久々に会えるっていうその嬉しさと、いろんな思いがきっとあると思うんですけれども、元気づけようと思ってくれたいっていうのもあると思うんですけど、いつも以上にコメントだったりとか、あと、Take My Breath の前のこのちーちゃんの、呼吸が、酸素ボンベっていうくだりがあるじゃないですか。あれも全員のチームプレイのコントみたいな、もう吉本新喜劇みたいな感じで、わかるかなこれ。海外の方あるんですよ。そういうお笑いのコント劇みたいなのがあるんですけど、そういう全体で全員でするっていう仕様に変わってたりとか、なんかなんだろう、さらに元気な XG ちゃんっていうそういった部分もたくさんさらに見えたなっていうところで、なんかとっても元気づけようとして安心させようとしてくれてるような感覚。いやもちろんそんな思わんでええねんでっていう感じなんですけど、本人たちのお気持ちはもう本人たちにしかわからないので、もうただ私はもうめっちゃおもろいやんっていう感じで見させていただきました。はい。いつもね、元気かなっていうところだったと思います。なんかちーちゃんのさ、福井のご当地キャラではないか。恐竜が有名なんですよね。それのモノマネが入ってたりとかっていうところで、皆さん多分ね、世界中のアルファーズの皆さんが福井に来て、で、いっぱい動画を上げてくださってると思うので、多分チェックされてると思うんですけど、ちいさんのその恐竜コントみたいなのもあったりとかね、そういうのがあったので、とっても楽しませていただけるコメントのターンの時だったかなと思います。総じてやっぱりポジティブな
エネルギーっていう、私一番その XD ちゃんのライブでいつもなんかすごいなって思うのが、やっぱりこのなんていうピースなポジティブでなんかあったかいなんだろう空間っていうのを彼たちはこう作ってくれるというか、まあ彼女たちが醸し出す全てがそうなんだと思うんですけども、それがとっても好きなので、それが変わらずより一層っていうところであったかい気持ちにさせてくれる、もう完璧なライブだったなっていうところです。でその中でも、もうポジティブというかこう前向きなことだけを言いたいと思ってるんですけど、私はスタートなんでねっていうと思うんですけど、ただこうやっぱりこういろんなものを私たちには計り知れへんこうね経験をされてるので、ちらほらいろんな意見が多分あると思いますし、私も思ってることもありますけど、でもなんかもう本人たちしかわからないし、ただただこう夢のために頑張っている彼女たちをこれからも応援したいし、なんかなんていうんだろう、のびのびと好きなことを小さい時から夢見てたことを叶えていってほしいって思うので、変わらず叶えていくと思うので、それをひたすらにただただ一緒にこう見させていただきたいっていうところで、ちょっと話が飛んでるねもう何が言いたいか分からない。ごめんなさい。ちょっと全然まとめずにオンしちゃって、もう感情のままに話してるんですけれども、伝えたかったのいろいろあったから、曲のなんていうの、もともと思いを込めて歌ってくださってるけれども、昨日なんか特にこうね、なんか思いがこうこもっているなっていう、特にこう4シーズンでのちさちゃんとか、もちろん最後ねジャストスタンドアップ、歌ってくれたので、その時のメンバーのみんなとか、なんか表情とかもなんかやっぱり一段とこう思いがすごくこもったパフォーマンスというか歌だったなっていう風に思いました。多分画面越しでねジャストスタンドアップとか聞いてる方とかもすごく思ったと思うんですけれども、 XD ちゃんたちの今の思いがひしひしと伝わってくる、こもっている選曲だし歌だったなと思っていて、も会場では本当にもう私ジャストスタンドアップに関しては以前多分ねバラード特集の動画を撮った時に、これちょっと XG ちゃんの曲ちゃうねんけどめっちゃ好きやねんみたいな感じで聞いたんですけど、それぐらい大好きな曲で、絶対ね生で聴いたらやばいやろうなって思ってたんですけれども、この形である意味こうスタートっていうところで聴くことができて、忘れられない一曲にさらになったなって思います。曲はもともと曲は素晴らしい楽曲ですから、それを XG ちゃんが歌ってくれてるっていう、それも XG ちゃんバージョンもすごく好きだったし、今回この曲を選んだっていう意味のある選択だったっていうところにも、またさらにこの一曲が私の人生の中でとっても大事な曲になったなっていう風に思います。あと Is This Love のね前にこうコメントメンバーのセリフがこう一人一人言っていく英語とかでね言っていく場面があるんですけど、それも新しくなってましたね今回のバージョンで。XG ちゃんたちがアルファズに向けてのメッセージに変えてくれて伝えてくれたっていうところ、これはもう皆さん多分動画検索していただいて、ね、見ていらっしゃるかなと思うんですけれども、 XG ちゃんのなんかアルファズへの愛ですよね。私たち頑張ってやっていくよっていう、なんかそういうのがとっても込められたライブだったなと思います。もう前見てましたね。私も前見て応援していきたいって思ったし、なんかね全体的にこうもう曲もそうなんですけど、どうしてもこう歌詞の意味をね思い浮かべると、やっぱりこうサイモンさんのことは常にこうよぎってしまった自分はいるんですけど、コンサートの間の VCR っていうんですかね、あの時にもそもそもザ・コアってこう前回と違ってこう新しい本質的なこう XG ちゃんの核をこうなんだろうもう表すツアーというところで初心を忘れずだったりとか、そういうところで、新しくスタートでもあるし、本質的な部分さらに掘り下げるじゃないですけどっていうところで、そういったものを含んだVCR の中のこうなんていうんですかね、コメントっていうんですかね、セリフというかだったりするんですけども、内容が今のタイミングにすごくリンクしてしまう
というか、初めて見た方とかだったらもう本当に新しくこうそれのために新しくしたのかなとも捉えられるような、リンクしすぎているなっていう風に捉えてしまう。私だけですかね、ちょっとわかんないですけど、でちょっとどうしてもこうよぎってしまったりっていうところで、X ギャラックス自体を応援してましたし、 X ギャラックスが作り上げる音楽ですねが好きっていうところはもうね、変わらないと思います。これはで今まで大好きだったし、それは、変わらないかなというふうに思いますので、ごめんなさい、もううまく話せないね、もう話せない。ただ皆さんもういろんな思いでいらっしゃると思いますけども、ただこう新しいスタートの日を大成功というところで切れたっていうところでおめでとうです。本当にまとまってないまとまってないけど、なんせ言ってよかったな。本当にかっこよかった、かっこよかった。すごいですよね。もう私でさ、あれやで、もうなんか思い出しただけで最初泣いとってさ、何してんねんって感じですけど、ほんまにいやーかっこよかった。覚悟ですかね。でやっぱりこう名古屋からしばらく期間が空いたっていうのもとっても一ファンとしては良かったなって思ってます。もちろんね、今の心境とかもね、きっといろんな思いの中で立ってくれたと思うので、ただあの日から次の週すぐにとか何日か後にすぐにっていう公演は彼女たちの気持ちの誠意とかもちろん今もついてるかどうかなんて本人たちにもしか分からないし、だって家族同然だし、私自分の家族とか親しい人、同じ同士、友達、自分に置き換えて考えて、それがさ表に立っている人たちのことだから、自分たちだけでさ、私だったらね、私が同じこととか状況をこう想像したらもう計り知れないですよ。なんかの中で立ってくれたっていう、もうそれがね、その中でそれだけでも本当にありがたかったし、この期間があったっていうところがある意味一つ良かった部分なのかなというところで、新しいスタートっていうところで、たださっき伝えた通り、このコンサート中にあるそのメッセージにもあったように、うろ覚えで申し訳ないんですけど、蝶はさなぎだった頃を覚えているだったりとか、石は川の流れを覚えているだったりとか、なんか今ある XG ちゃん、以前の XG ちゃん覚えたまま、みんな覚えたまま前に進んでいこうよっていう感じのメッセージとも取れますし、それはなんか私たちもそうだし、サイモンさんもそうだし、関わる全ての人にぴったりのメッセージが溢れてたなって、ほんまにこのドンピシャリンクしすぎてて、なんかすごい、ある意味すごい運命じゃないけど、なんかいいあれじゃないですけどね、なんかもう分かってたのかなっていう。もうごめんなさい、こうカットするかもごめんなさい。もう本当にまとめれてないんですけれども、とにかくこれからも応援していきましょうっていうところで、はい終わりたいかなと思います。宇宙行くぞって言ってたんでね、くすちーちゃんこれからも応援していきたいと思います。私ね、もう本当にいろんなアーティストさんとか、もちろん K-POP とかも好きなので、好きなアーティストとかグループとかいたんですけど、こんなに行動を移したりとか、あと行ってこういうことが起きてこう涙するってなんか初めてで、自分もなんだろう、すごい感情をなんか経験してます。はい。ちょっとね、しんみりになるのは私の性には合わないので、最後にじゃあちょっと福井行って、私福井ね、だいぶ前じゃないかな、ほんまに19、20歳ぐらいの時に福井の海で水がね綺麗な海があるんですけど、そこ福井行ったことなかったんですけれども、ちょっと時間あったらソースカツ丼とかお蕎麦ですよね、有名なんでちょっと食べれたらなと思ってたんですけど、もう全然、だって私11時ぐらいにYouTube 撮ってたの覚えてますでそっから弾丸で行ってますから、会場4時の5時開演かで弾丸で帰ってきてるんで、ちょっとだからお土産屋さん寄れたぐらいやったんで、自分用にね買ったのはあるんですよ。サバ寿司とこれ羽二重芋粉、見えますかね。はい、なんか羽二重餅っていうのがあれですよね、なんか人気らしくて、
ちょっと皆さん買いました？ちょっと食べてみようかな。じゃあ福井はね、もうあそこのドームは本当にね、なんだろう、一体感が出やすいこう丸いドームで、ドームって丸いんか、大阪城、京セラドームも丸いだもんねなんかすごくね、一体感がある。またXD ちゃんが来てくれたら嬉しいしっていうところで、思い出の公演にきっといろんな意味でね、アルファズとしてもとっても大事な場所になったかなと思いますので、っていう感じで、このおいもちゃんの羽二重いもこ、こんなんです。私さつまいもめっちゃ好きなんですよ。ちょっと食べてみますね。もしだから次福井に聖地巡礼的な感じで、もし福井公園ね、次もしあったら行こうかなと思う方、美味しいかどうか食レポします食べてみますね。このままこう食べたらいいんかな。手で食べたら、あ、これがついてるわ。はい、こんな感じ。ほら、あ、見えますかね、すいません。こんな感じでちょっと食べてみます。あ、美味しいです。なんかこのお餅食べたことあるかも。似てんのか、あるだけかな柔らかいお餅だ。これね、粒あんとか、あと何があったかな、白あん、なんかね、種類ありました。このお餅だけが桜味みたいな、春やから期間限定っていうのも出てましたよ。さつまいもはね、何とコラボしても間違いないって思ってるんではい、美味しいです。皆さんもし次ね、公演ある時は食べてみてください。食べたい餅、XD ちゃんも食べたんかな。公園ごとにさ、ご当地のなんか食べて、ケータリング的なのあるから食べたかな。サバ寿司はさ、美味しいやん。サバ寿司は美味しいです。海外の方からコメントいただいたりするんで、ちょっと海外の方にサバ寿司、特に私もともと焼きサバ寿司っていうのが大好きです。サバ缶とかね、缶詰のあれとかも海外の方なんか食べて、なんか人気なんか聞きましたよ。ご飯のお供で。サバ寿司美味しいので、もしよかったら。日持ちもね、結構するんですよ。16日までいけるって書いてる。今日何日？そんなにしやんか。でも3日ぐらいか。っていうところなので、もしあれやったら食べてみてください。ちょっと今食べませんはい、すいません。結構行ったり来たりしてしまって、全然まとまりのない動画になってしまいました。本当にすいません。とりあえずですね、18日に XD ちゃんがね、4周年っていうところですので、もう本当におめでとうございますっていうところと、神戸ですね。G ライオンっていうところは、今回本当は大阪城ホールと、その神戸に参戦する予定でしたので、はい、神戸の公演もとっても楽しみ。神戸はですね、VIP で参戦予定で、初めての、私もその G ライオンっていうところなので、あそこもね、すごく評判のいい、結構新しくできたコンサートの会場っていうところで、行った友達がいるんですけども、めっちゃ良かったよっていうのも、音響とかも良かったよって聞いてるので、それもとっても楽しみですし、またね、近いうちに XD ちゃんに会えるっていうところで、はい、またそれを生きがいに仕事頑張りたいと思いますっていうところで、余談なんですけど、今週水木金と残業が続いてて、結構ね、ちょっと疲労がやばかったんです。でもそれもあって、ちょっと絶対ね、行きたいなとは思ってたけど、指定席取れたらなとか、いろんな兼ね合いで迷ってたんですけど、見てください。昨日行きまして、寝不足、疲れ、吹っ飛んで帰ってきましたっていう感じで。もう元気にもそんな疲れなんか吹っ飛んで、行ってまいりましたというところなので、まとめれませんでしたが、懲りずに XD ちゃん動画あげますので、見に来ていただけたら嬉しいです。はい。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。